こんにちは、ラムールソーイングクラブです。今回はですね、こちらの、ざっくり編み地のねニットをですねリメイクしたいと思います。ざっくりした大きめのね太めの糸で編まれてまして、着るとね少し細めでちょっと古臭い感じなんですね。それで脇にですねこの部分ですね、こういう形で脇に生地を入れまして、ちょっとこうドルマンの雰囲気のね出るような感じのシルエットにしたいなと思います。そしてここにね生地を入れますので、先にね採寸します。ここからここ、ここからここね、こう袖下と分けてね採寸します。まずこちら袖の部分ですね、袖下こちら45センチです。袖、脇下ですね、こちら28センチになります。ちょっとこちらメモしときます。そしてこの編み地をねほどくんですけれどもですね、これざっくりなんでこのまま縫い代切っちゃうともうパラパラっとほどけていくんですね。ですのでこの裏ね見ていただいたら、ここにこう縫ってるね糸があるんですね。同じ糸で縫ってます。この縫ってる糸が見えるんですけど、こちらをですねちょっとこういうふうにねカットしてみてください。そしたらこうパラパラっとこうめくれこうほどけていきますので、このような感じで、縫い目をねほどいてください。袖下までね、袖の縫い目もねほどきます。次にですね、脇に入れるね布の裁断をしたいと思います。今回は、この素材使いますが、バイアスでね少しソフトな感じのシルエットにしたいのでバイアスを使いたいと思います。まずね、斜め45度の基準線を入れたいと思います。こちら耳になります。こう直角に折ってみてください。そしてちょっと折り目をねしっかりつけまして、そしてここのところに折り目のところを印入れます。こちらが正バイアスの線になります。こちらを基準にして平行移動させる感じでこう線をね描いてもらうんですけれども、先ほど測りました袖のこの下が45センチと28センチですから、全部で73センチ必要になります。それに縫い代が2センチ2センチいりますので、少し多いめに10センチぐらいね大きくなるようなところに基準線を入れます。線を描いてください。そして次はですね、裾の方の寸法ですが、出来上がり5センチで6センチになりますので、こちら6センチのところを端からちょっと印入れまして、ちょうどこのね生地のあるところギリギリでですね線を入れます。その次は今度は2センチが縫い代で、脇のところは28センチですから、28センチのところ、中央から28センチのところ印入れてください。でこちらのこの28センチのところは横に縫い代込みで9センチに印入れます。9センチですね。こちらからこちら9センチです。そして、このとこですね、ちょっとね、線を入れてみてください。まっすぐですね。そしてこの線ですけれども、この線よりこちらの方が長いですので、もう一度測り直します。28センチプラス縫い代2センチで30センチのところ印入れます。そしてその次は今度はまた中心の方で袖下の45センチのところを印入れます。そして今度こちらも2センチの縫い代をつけます。で横の線を引きます。袖口の方は縫い代込みで3センチです。3センチつけます。そしてまたこちらとこの線を引いてもらいます。でこれもですね測り直してください。45センチと2センチ縫い代なので47センチになってましたらのところに測り直してください。でちょっとねこちら長くなってると思いますので、この分はカットします。こ
ういう形になります。でこちらと対称になるようにですね、同じものを取ってください。はい、こちらを裁断します。でこちらもう1枚いるんですけれども、ちょっと2枚重ねて切ってもいいんですけど、ちょっとこの部分が余り方がね少しもったいなくなるので1枚ずつ取りたいと思います。はい、こんな感じでねほどいた状態ですね。そして先ほど裁断しましたこの生地をですねここにねつけたいと思います。まずねこういう感じで長い方ですね、こちら3センチの長い方が袖下になりますので、まずここのところねこんな感じでこうつきますのでね、中表になるようにちょっとくるっと返しまして、袖下のところからセットします。そしてねセットの仕方はちょっとニットよりも生地の方が中になるようにね、5ミリぐらいここですね、中になるように合わせてピンで留めときます。そしてこれバイアスの布ですのでちょっと軽く伸びると思います。で軽くちょっと伸びた感じでね軽く伸ばした感じでつける方が綺麗ので、ここ縫い代ですね2センチつけてますが、少し多くなっても構いません。少したくさん残ってもね構わないですから、自然な感じで取り付けておいてください。で脇の方も同じです。脇の方もこういう形で、こちらも、ちょっと自然にですね、自然にちょっと伸びる分は伸ばした状態で裾までね、こちらも2センチ縫い代ですが少し多くなっても構いません。そして反対側ですね、こうきまして反対側はこちらにこうなりますね。ちょっとこれ反対にこう向けますね。こちらになりますので、反対側もねちょっと合わしておきます。こういう風な形でこちらもそこから合わします。そこから合わしてください。そして、このね裾を合わす時ですけれども、平行にねちょっと斜めにならないように同じ分量を残すような感じで合わしてください。そしてこちらですね、こうちょっとね段になった形でこちらから5ミリぐらいでねこういう風にミシンで2本走ります。でこういう状態でねこう剥ぎまして、で縫い代がね余ってます。で今回2センチ縫い代つけましたがバイアスで伸びたので3センチになってます。こちらをこのようにこうアイロンで折りまして、出来上がりにねこの裾とつながるように折りまして、で残った分をねこう折ります。で三つ折りになるようにしてください。そして袖口もね同じようにこういうふうに折ってください。で先にこちらですね、ミシンで端ミシンですね、三つ折りしたところの折り目のところを端ミシンで始末します。次はですね、このニットをですね、この立ち目をね、このついた布の立ち目を隠すようにこういうふうに折りまして、そしてちょうどこの上ですね5ミリぐらいでステッチで押さえて、縫い代を隠します。
ちょっと袖口がね細いので大変ですけど、一応こんな感じでね仕上がります。他のところもね同様に行ってください。次にボタンを通す、ループをね作りたいと思います。脇に使った布をまたバイアスでね取って、ちょっと太めにね余分に切ってます。5センチぐらいでしょうかね、切ってます。縫ってから後でね切り揃えます。そして中表にこのようにね半分で折りまして、1センチ弱ぐらいでミシンで走ります。そして、ハサミでこの縫った幅よりも細めに切ります。そして次は、ループ返しを通しまして、縫い目のところに引っ掛けます。でつまんでひっくり返します。でこちらね、アイロンで整えて両端にステッチで押さえます。次にですね、このループをちょっとね飾りをつけたボタンのループにしたいと思います。ちょっと短めの、丈なので、少し下のとこ1個だけワンボタンにしたいと思います。だいたい下から9センチぐらいのところの3センチぐらい入ったところですね。まず片方をこう置きまして、ステッチいきます。その次はこちらにこう持ってきます。こうですね。でここミシン走ります。斜め45度ぐらい。ボタンをつけたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でした。こんな感じでね仕上がりました。前のですねこの秋もですねちょっと手間かかるんですけども、デザインチックな感じでねいいと思います。スナップボタンでもねいいと思います。スナップボタンして上に飾りボタンとかでもね簡単でいいと思います。で脇の方もちょっとこう入れましたからね、ゆったりした感じで、生地はね合うものを選んでいただいて、同系色が合わせやすいかなとも思いますけどもね、お好みで選んでみてください。ぜひね参考にしていただけたらなと思います。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。これからもね洋裁のことをいろいろ投稿していきますので、登録のよろしくお願いいたします。